客様は3名様でありがとうございます。お客様が5名様で2名様でありがとうございます。2名様でありがとうございます。お待ちください。大丈夫です。大丈夫です。開けます。じゃあ開けます。お願いします。お待たせしました。おはようございます。一番お願いします。続いて2名様ですね。こちらのお待たせしました。おはようございます。いらっしゃいませ。3名様お願いします。すみません。横並びで3名様でお願いいたします。お待たせいたしました。一番奥のお席空いております。どうぞ。続いて2名様ですね。こちらのお席の方どうぞ。いらっしゃいませ。どうぞ。はい肉汁味玉うどんを1つと魚介豚骨味玉うどんを1つで。オーダー入ります。もつ魚1つ、もつ塩大お願いします。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。続いて肉にかけるの。これね。これで店内全部オーダー。全部です。はい。いいよ。何杯目まで3杯でガで。はい、大盛りからお願いします。お願いします。マシの味玉いいですね。はい、もつ定魚お願いします。はい、お願いします。いきます。お願いします。はい、大盛りです。はい、おもつ待ちして定です。お願いしま。ますす。はい。今日の次は。はい、次は魚介大盛り。はい、はい、魚介大盛りです。はい、魚介大盛りいきます。はい、お願いします。お願いします。ごゆっくりどうぞ。そう。いいですか？はい。はい。お願いします。お願いします。今度きんぴらが。肉ビーから出しますね。はい、いいね。はい、お願いします。はい、肉ビー。はい。お願いします。クーポンいきます。お願いします。これ肉から。はい。はい、大盛り。大いきます。はい、失礼します。魚介入れます。はい。はい。はい、どうぞ。はい、
あ、はい。お願いします。お待たせいたしました。お待たせいたしました。こちらのお席でもよろしいですか。同じぐらいでお伝えして大丈夫ですか。大丈夫。同じぐらいでお伝えして大丈夫ですか。ありがとうございます。何本入ってた？ 6本、7本。はい、ありがとうございます。お待ちいただいてもよろしいですか。申し訳ございません。いらっしゃいませ。お待たせしました。はい、お待たせしました。はい、になります。ごちそうさまです。はい、ありがとうございありがとうございました。続いてナス A もつりセット N 肉です。はい、はい、どうぞ。すいません、お待たせしました。いらっしゃいませ。はい、いいよ。はい、味玉お願いします。はい、お待たせいたしました。5番。はい。これもいいかな。はい、残りもいいですか。つにセット塩大お持ちします。どういう。はい、かしこまりました。お持ちいたします。はい、ゆでゆきとソースお願いします。お待たせいたしました。入って左側のテーブルのお席ご利用ください。すみません、お待たせしました。左側の席ご利用ください。はい、ちょっと開けちゃうまで待って。お待ちしてます。まだね。さあ、いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。口流動お2つはどちらも並盛りで大丈夫ですか。これの濃厚肉です。魚介豚骨のつもりにしていいですか。ありがとうございます。1個目です。はい、でお持ちします。お願いします。それでテイクアウトあれですよね。完璧にカレーでお持ちします。ありがとうございます。はい、では、お待たせいたしました。はい、肉 B ね。はい、いきます。お願いします。ではこれで様3組ご案内しちゃいます。次何で出ます？次です。はい、お揃いです。お願いします。お願いします。はい、お願いします。はい、カツです。お願いします。お願いします。はい。おつもりですね。お酒どうぞ。
もつ煮セットの、肉汁で。はい、もつ煮セットの肉汁で。あと熊谷山でうどんの豚玉の。はい。はいよ。後ろ失礼します。はい。はい、これでお揃い今日 A。どうぞ。大丈夫？いいよ。はい。ます。はい、魚介豚骨お願いします。はい、まはーす。茹でることって言ってましたよね。あ、すみちゃんごめん。ごゆっくりどうぞ。お待たせしました。いらっしゃいませ。豚玉ですね。これで持ってったらご案内しちゃいます。バリうまそうだね。肉。肉。もつ肉。もつ肉お持ちします。次からこれ。もうこれしか考えられない。うま。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、お揃いです。お願いします。はい、まずいです。まずね、はーい。お持ちします。通ります。後ろでも大丈夫です。こちら側に横並びでお願いします。はい、肉 A。皆様ご案内して大丈夫ですよ。はい。はい、すみません、右手でどちらでも大丈夫です。お待たせしました。いらっしゃいませ。右側になりますね。手じゃから一つ。はい。ありがとうございます。肉汁。はい。これ盛り盛りなの。おざいます。ありがとう。ご案内お待たせいたしました。いらっしゃいまはい、かしこまりました。はい、魚介豚骨の大盛り、厚盛りがお一つ、もつ煮セットのロース、もつ、N 肉、アジお願いします。はい、ありがとうございます。続いて辛肉。はい、ありがとうございます。
じゃじゃんでーす。はい。あ、お酢がない。どうしたらいいでしょう。はい。濃厚の小盛りを持ってっちゃってください。はい、お願いします。はい、じゃじゃでーす。はい。はい。お皿にお持ちします。はい、お願いします。ありがとうございます。はい、熱です。お願いします。量大盛り熱。はい、肉 T です。本小屋の肉汁丼になります。熱いのでお気をつけください。はい、どうぞ。はい、入ります。まだ入ります。はい、指ないです。はい、ありがとうございます。はい、混ぜです。大盛りに置いてきます。はい、混ぜです。はい。お待たせいたしました。熊谷混ぜうどんになりますね。よくかき混ぜて食べてください。焼きどうぞ。ありがとうございました。チャーシューです。いつもだもん。ラーメンです。熱いですけど。めちゃくちゃうまかったですね。いくらでも食べられちゃうというか。オーソドックスなんですけども、すごい丁寧な美味しいラーメンでした。まだ待ってます。風邪ひかないように、きれいにありがとうございます。きれいに食べていただいて、どうも、
1日100杯ぐらいでなくなったら終了。そうです。100杯で終わり感じです。限定の時だけもうちょっと出すかなって感じですね。120杯ぐらいで。林 SPF か岩中ポークをその時で肉屋さんに持ってきてもらってる感じですね。で豚もいいものを使ってるって感じですね。毎日これは一人で。そう。仕込みはもう一人ですね、ずーっとオープンしてから。
月に今だと1、2回ぐらいですね、アルバイトの子が入ってくれるのが。シャッター閉めちゃいます。綺麗ですね。そうなんですよ。一応掃除を心がけてやってるんで、汚いお店嫌じゃないですか。なんで一応掃除は心がけてやってます。こだわりは継ぎ足して、味を重ねてってうまみをこう出していくと、やっぱサバの香りがぐっとくるように仕込んでるって感じですかね。ラード入れてたじゃないですか。あれ毎朝やってて、あそこにこう香りを移してお客様のところに出てきた時にふわっとサバの香りがするように一応仕込んではいます。サバで行こうと思ったのは、僕永福町の大正軒とかが大好きで、自分が好きないろんなラーメンのいい要素を取り入れたいなっていうのでサバって感じですかね。はい、コーヒー飲みますか？どうぞ。いただきます。ありがとうございます。もうからは完成です。
日によってやっぱり変わったりは。あ、全然違います。僕継ぎ足しでやっちゃってるんで、限定やるじゃないですか。そうすると限定の味が次の日にもろに残ってたりもするんですよね。限定っていうのは食材をいろいろ変えて、塩やったり朝日ガニとか、あとは月に1回内緒で近づいてきたら告知するみたいな感じです。だから日によって全然味の出方がやっぱ違います。修行みたいなところは何軒かあるんですけど、ラーメンナギのゴールデン街店っていうところでやってて、大曽根さんといろいろ教えてもらってたって感じですね。そう限定ラーメン作ってみたいのでいろいろやり始めて、その時芸人も一緒にやってたんですけど、ラーメンの方が面白くなったというかあれなんですけど、芸人辞めてから何やろうって思った時にナギで製麺所行かせてもらったり海外行かせてもらったりしていろいろやらせてもらってて、それのきっかけはきっかけですかね。面白いなみたいな。大体目安で6時半って書いてあるんですけど、大体5時半ぐらいにはオープンさせてもらってて。昼とかではなくこの時間に。そうですか。すぐ隣も定食屋さんというかラーメンやってるんですよ。和也さんがあったり二郎があったり、昼も夜も厳しいみたいなことを言われたので、自分やったら相当来ないだろうなと思って、で僕福島とか出身で朝ラーメンとかもあったので、一回やってダメだったらもうしょうがないなみたいな感じで朝からやり始めたって感じですね。これでこねて練った後これに入れて踏んでここで伸ばすって感じですね。はい、これで切ってって感じですね。これはうどんではないんですけど、この機械でやろうと思ったのは手打ちっぽくしたいなっていうのがあって、白河ラーメンとかが好きなので、虎食堂さんで1回教えてもらったりしたんですよね。その時にこれしんどいから俺無理だなと思って、じゃあうどんのやつでやったら近づけんじゃねえかなと思ってあれでやり始めたって感じですね。はい、だんだん自分の理想には近づいてるかなっていう気はします。手打ちに近いようでそうじゃない食感っていうんですかね。他のラーメン屋さんの麺とはまたちょっと違うと思うので、その辺を楽しんでもらえればなっていう感じはしますね。限定の時だけ麺は札幌フーズさんで神保町にある覆面の及川さんにお願いして一緒の麺を使わせてもらって、めちゃめちゃ好きでラッキーで使わせてもらって同じやつ。仕込みがこれで大体終わりっすね。あとはちょこちょこラジオ体操やったりする感じです。きっかけ僕腰痛持ちで、そっからラジオ体操始めたんですよ。やるのとやらないのではもう全然違いますおすすめです
熱いに気をつけて、冷めてください。熱いに気をつけて。はい、ください。ありがとうございます。ありがとうございます。どうも。週1は来てるかなって感じですかね。定番の純正ラーメンが一番好きで、他のラーメンにないすごいいい魚介の香りと、ご飯一緒に頼んでチャーシューとご飯で書き込むのが大好きで、あそこにもこだわりが集まってるんだろうなと思っていつも美味しくいただきます。サラーメンで熱いに気をつけてください。ゆっくりどうぞネギで熱いに気をつけてください。きれいに食べていただいて、どうも1年半くらいだとオープンして、結構来れる時は毎日定休日以外は、この時間に来てる感じですね。はい。
もどうもありがとうございます。風邪から気をつけてくださいね。どうもまた待ってます。いつもどうも。いってらっしゃい。チャーシュー麺です。よいしょ、ごゆっくりどうぞ。はい、入れてください。はい、いつもどうもありがとうございます。はい、美味しかったです。オーソドックスなんですけども、すごい丁寧な美味しいラーメンでした。今回見上げなさい。通常の沈黙を何度もメールや電子メッセージでとても興味で手持ちは加工できる。さんどうぞ。じゃあスープ割り油なんか違くないな。多分フレッシュが前の日のやつはあんまり落とさないようにしたんですよ最近。次の日のためにも多めに入れてたんですよ。それをちょっと調整して、で余りすぎてたらちょっと上積み捨ててっていう感じで今やってます。うますぎるわ。キキラだから。あ、そうですね。から使用してます。どうでした？月1ぐらいですかね。はい。オープンの直前のレセプションみたいな3日間4日間ぐらいだったの。それ全部来てて。手もみが今日初だったんですよ。めちゃくちゃうまかったですね。麺の歯触りというか口触りとかたまんないっていうかね、なんかとにかくうまいよなこのラーメンはってこう説得力の塊なんですけど、説明はできないというかごたくいらなく普通に食べててうまい、たまんなく幸せな気持ち、笑顔になれるラーメンだな、すごいなって思いますね。あ、そういうことなんですね。
来るときは週1、2回ぐらいは来てるかなと思います。ラードを使ってらっしゃるんですけど、そこにサバ節の香りをすごいつけてあるので、すごいサバのいい香りがする。香りもあって、旨味もあって、でもすっきりしててっていうので、まあ、いくらでも食べられちゃうというか、はい。道路交通情報センターの小山さんです。まずはどうぞ。チャーシューフォーです。チャーシューです。熱いです。朝ラーメンです。熱いんで気をつけてください。朝ラーメンです。熱いですよ。チャーシュー麺です。熱いです。また待ってます。風邪ひかないように、きれいにありがとうございます。ありがとうございます。熱いんで気をつけてください。チャーシュー。熱いんで気をつけてください。大体だね。ありがとうございました。来たの3回目で3回とも送られて、たまたま仕事でこの時間通りかかったんで、一度食べてみたかったんですけど、美味しかったです。まずはチャーシュー。はい。ラーメンです。熱いです。はい、すみません。そしたらラーメンです。熱いです。ありがとうございます。ありがとうございます。空いてる席高手もどうぞ。よかったら入れ替わりでお願いします。いつもどうも。熱いです。気をつけて。昨日チャーシューです。いつも多分熱いです。ありがとうございます。寒くなってきたんで風邪ひかないように。はい、すみません、ありがとうございます。また待ってます。どうもありがとうございました。
ろんな飲食店の使う方ですね、結構すごい動き早い。今でこそナギっていっぱい従業員の人いますけど、僕の時って結構1人とかでやってたんですよ。やっぱそういうのでもう慣れてて、でも本当に何がなかったら多分こんなんできてないですよ。大変ですけど、でも結局人がいなかったりしたら1人でやるしかないじゃないですか。それかもうお店をお休みする、でも家賃はかかってくるじゃないですか。だからもう本当に今はめちゃめちゃありがたいですね。あとナギが環境整備っていうのをやってるんですよ。もう物はここに置いといて、ここからは動かさない、もう決まり事にしてあるんで、なんか適当に置いてしまうと、あれどこだ、あれあそこなかったみたいな、どんなに忙しい時でも何も考えずにそこに行けばそれあるじゃないですか。なんかすげえ勉強になったなと思います。もちろん味とかもそうですけど、でもやっぱり一人でやるってなった時に一番そっちの方が重要かなっていう気がしますね。もう皆さんのおかげです。お気をつけて。もうオープンして1年半で毎日行列。オープンしてからずっと調子いいねみたいに言われたりされるんですけど、もう全然そんなことなかったんで、最初8時オープンだったんですよ。8時にオープンして9時まで 2,3 人しか来なかったとかだったんですよね。だからどんどん早くなってったんですよ。そうそうそう。だから最初はもちろんオープンで皆さん来てくれるじゃないですか。もう2週間ぐらいでもうパタッとなっちゃって、うわどうしようみたいな、2時までやってたんですよ。でそこから仕込みとかするじゃないですか。寝る時間が本当にもう 2,3 時間がもう毎日続いて、体もしんどいしみたいな、これどうやったら売れるのかもう分かんなかったんですけど、でも8時ってあそっか出勤の時間だよなと思ったんですよ。じゃあちょっと早めようで7時半にしたんですよ最初。でこの30分でちょっと来てくれてるんですよ。じゃあ7時にしたらもっと来るんじゃねえかと思って今度7時にしたんですよ。7時ぐらいにしたらその前から並んでくれてたんで、あこれじゃあもうちょっと早かったらっていうので6時半っていう感じなんですよね。今より早くっていうのはもう無理なんで、これが限界って感じですね。暇だったのがこうそうしてじゃないですけど、お客様に来てもらいたくてどんどん早く経ってるって感じです。寒くなってきたんで風邪ひかないように。ありがとうございました。いらっしゃいませ。はい、いらっしゃいませ。お待ちください。お待ちください。うちは鶏と醤油で食わせる家系ラーメンを作ってて、特選ラーメンでお任せです。どうぞ。どうぞ。はい、お待たせしました。お待たせです。もうここしかもう食べてない。めっちゃ美味しかったです。めっちゃマジでもう飲食は高校時代からずっとやってる感じですね。はい。チャーシューがお店にあるのが5種類あるんですよ。チャーシューにはちょっと力入れてるんで。いけます。お待ちください。はい、お兄様同じくですね。どうぞ。定期的に食いたくなっちゃうんです。並びが途切れることは今日は多分ない。14席あって常に動いてる感じではあります。さあどうぞ。いらっしゃいませ。はい、いらっしゃいませ。まあ3年目なんです。はい、もう飲食は高校時代からずっとやってる感じですね。成城学園前っていうところのうどんか寮で3年半ぐらい働いてます。その前に中華で2年半ぐらい働いてて、料理を合わせると8年9年ぐらいやってるって感じですね。
何回も食べてるやつ。チャーシューがお店にあるのが5種類あるんですよ。チャーシューにはちょっと力入れてるんで、上特選が4種類入っててで、トッピングだけの腕肉とかもあるんですよ。肩ロースと豚バラはもう前日仕込みなんです。寝かせて中の水分量を一定にしたいんで、一回やっぱ寝かせるとやっぱ美味しくなるんで、炭だけ当日で朝一いぶしてって感じです。うちは、鶏と醤油で食わせる家系ラーメンを作ってて、鶏ガラを3種類使ってて、徳島の地鶏、阿波鶏使ってて、それを用途別に使って鶏を前面に出した感じのスープにはなってます。醤油も4種類使ってて、しっかりとブレンドして味の深いラーメンに仕上げてはいます。
が蜂蜜これね。匂い違うね。いいね。丸メガネベレー帽。やっぱ気持ちいい。終わった。持ち上げはいいと思う。じゃあ後入れ玉ねぎが1個分だけ。あ、バット発注した。何十万人のお客さん持ってるのか。
よろしくお願いします。お待たせしました。奥から順番にどうぞ。お待たせしました。いらっしゃいませ。どうぞお待たせしました。いらっしゃいませ。奥どうぞいらっしゃいませ。はい、いらっしゃい。いらっしゃいませ。どうぞお待たせしました。いらっしゃいませ。奥どうぞいらっしゃいませ。さあ、いらっしゃい。片目から順番に上がっていきます。お願いします。お待ちください。きつめお待ちください。はい、お待ちください。はい、どうぞ。濃いめ多めのお客様。どうもありがとうございます。はい、上特製ですね。油多めでお待たせです。上から鶏胸すみ肩ロース、最後豚バラの順番で入ってます。はい、お待たせしました。どうぞ。鶏胸炭火、肩ロース豚バラです。はい、お待たせです。どうぞ。はい、お兄様同じくですね。どうぞ。肩身ですね。あ、どうぞ。はい、どうぞ。はい、特選固め油少なめですね。お待たせです。どうぞ。お待たせしました。お待たせしました。お待たせしました。どうぞ。はい、お待たせです。はい、お待たせです。お待たせしました。熱いんでお気をつけください。お願いします。はい、特選の固めですね。どうぞ。お待たせしました。はい、もう一つお願いしますね。どうぞ。はい、お待たせです。どうぞ。お待たせしました。ラーメンね、固めです。上特選です。はい、どうもお待たせしました。どうぞ。はい、どうぞ。はい、よろしく。はい、よろしく。よいしょ。あ、好きです。お気をつけて。これです。はい、よいしょ。ありがとうございます。まだいつも変わらずで。どうもありがとうございます。はい、チャーシュー丼です。どうも。いつも来られるんですか？あ、もう常連で、もう毎週土日絶対どっちかは来てます。はい。もうここしかもう食べてない。今日は普通のラーメンの大盛りとシャリアピンの丼を今日初めて頼んで、本当にお肉柔らかくて美味しかったです。ネギもシャキシャキで、はい。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。で、初めて来られたんですか？初めてです。
テレビで見てちょっとこう気になってたんで美味しかったです。また来たいと思います。ありがとうございます。じゃあお水もらって真ん中はどうぞ。さよなら、ありがとうございます。お気をつけて。はいどうもはい、気をつけて。はい、仕方ないです。失礼します。ラーメン片濃いよ、味玉追加でお待たせでしたぞ。卵。さあどうぞ。よいしょ。豚バラ腕肉の順番です。大盛りのはい、どうぞ。はい、特選ラーメンでお待たせです。どうぞ。上から鶏胸炭火肩ロースです。どうぞ。はい、お待たせしました。お待たせです。仕方ないきます。よいしょよいしょ。普通にお待ちください。13、はいですね。上から鶏胸炭火肩ロース。はい、ラーメン味玉追加でお待たせです。中盛りですね。どうぞ、片濃いようです。よし、3杯いきます。中盛りですね。お待たせです。小抹茶別皿でどうぞ。はい、お待たせしました。どうぞ。よし、よいしょ。ありがとうございます。3名さん、1名様どうぞ。はい、1枚だな。ください。はい、いらっしゃい。はい、どうぞ。なんかよくいろんなところがね、結構異常。小ライスは先です。はい、どうぞ。はい、どうぞ。さあ、どうぞ。いらっしゃい。はい、いらっしゃい。はい、ラーメン柔らかめお待たせです。どうぞ。熱いんでお気をつけください。どうぞ。はい、どうぞ。はい。1文字。その6点。はい。はい。お待たせしました。さあ行きます。はい、特選ラーメンでどうぞ。上から鶏胸炭火肩ロースですね。どうぞ。はい、最初上から鶏胸炭火肩です。全部10名。チャーシューの並びました。さあ、どうぞ。はい、どうぞ。わかりました。消毒性片目濃いめですね。スープだからね。さあ、上特選片目濃いめを一つずつ失礼します。もう一個同じのいきますね。はい、どうぞ。チャーシューの並びも一緒になってます。お待たせです。どうぞ。
熱いお気をつけください。はい、濃いめ多めどうぞ。特選ラーメンですね。どうぞ。上からたまたま今日東京に来てて、いかがでした？みんなおすすめするだけあるなと思って、豚骨風味が強いところをよく食べてたんですけど、逆に醤油の味とかすごいいいなと思って食べたことないような家系でした。はい、ありがとうございます。はい、どうも。はい、ありがとうございます。お気をつけて。はい、どうぞ。小ライスですね。お待たせです。はい、小ライスどうぞ。小ライスで皆さん。いただきます。チャーシュー丼です。はい、どうも。お願いします。いきますね。お待ちください。はい、せーラーメンから。はい、どうぞ。お待たせしました。はい、お待たせです。どうぞ。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、お願いします。はい、どうぞ。こっちが上から鶏胸すに肩ロースです。さすがラーメンお一つずついきます。バロースの順番で入ってます。2名様、1名様、お待たせしました。ね、お待たせです。どうぞ。上から鶏胸すみ。今です。はい、ありがとうございました。今日初めてです。いや、何回か来てます。月1で。はい。あ、そうです。今日は上特選。上特選。はい。定期的に食いたくなっちゃうんです。俺は初めて。そうですね、初めて。はい。めっちゃ美味しかったです。いや、マジで最高でした。まだちょっと食べてないんですけど。あ、そうなんです。めっちゃ美味しいです。そうなんです。醤油キリッとしてて、家系の中だと繊細気味。なんか上品な系なイメージ。チャーシュー丼めちゃくちゃ美味しい。めちゃくちゃ美味しい。言えないです。上特選なんかいろんなお肉乗ってて、一つ一つ違くて、全部美味しかったです。すみません、ありがとうございます。はい。麺固めで。はい、どうぞ。はい。お水をもらって、大きな順番にどうぞ。5か。5で。ください。はい、ください。お待ちください。ありがとうございます。はい、どうも。はい。はい、どうも。ありがとうございます。はい、どうぞ。お待たせしました。あ、どうぞ。はい、どうぞ。はい、上普通でお待たせです。どうぞ。上から鶏胸炭火肩ロース最後豚バラの順番です。いらっしゃいませ。はい、どうぞ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。どうも、ありがとうございます。炭火のチャーシューが一番美味しかったですね。店に入った時の豚骨のまず匂いと醤油の切れとか違うなとは思いました。もう来られる月1回ぐらいですかね。普通の家系に比べてやっぱ女性が食べやすいから、なんかあっさりしてたから美味しいですね。います。お待ちください。はい、以前お待たせです。
盛りでお待たせです。どうぞ。熱いにお気をつけください。よし、固めいです。はい、詰めお待ちください。お待ちください。お願いします。片面のり箸でお待たせです。どうぞ。から鶏胸炭火肩ロースの順番です。通面順番に行きますね。お待ちください。はいどうぞ。今4号の10。はい、それじゃお好みどうしましょう。はい。はい、失礼しますね。特選ラーメンですね。どうぞ。チャーシューが上から鶏胸炭火肩ロースですね。はい、ありがとうございました。はい、はいどうも。お願いします。ご飯おかわりで。はい、250円、250円と。それです。で、固めラーメンです。2つで。400円ですね。上に置いてる。お待ちください。はい、片目濃いめの鶏肩ロース最後。黒バラと九条ネギですね。はい、こっち特選でお待たせです。今まで最大来客数というか配数、うちはもう11時9時でしかやってないので最大で420とか14席あって、もう常に動いてる感じではあります。ここから1時間以上は並び途切れない。並びが途切れることは今日は多分ない、天気次第でどうなるかなって感じではあるんですけど、目の前の席どうぞいらっしゃい。いらっしゃいませ。はい、いらっしゃいませ。どうもありがとうございました。はい、チャーシューチャーハンですね。全部で何種類ぐらいあるんですか？今60度ぐらい。熱いんで気をつけてください。はい。どこ食べても具がある。うん。米より酸素が多いんじゃないかぐらいな。完全に好みの味がリピート間違いなし。シュリンプのバイ玉です。明日の活力になるご飯を作りたかったんですよ。バッと食べてよっしゃまだ働くわっていうような、そういう食事を作りたくて。いらっしゃいませ。
ってみますね。お願いします。1日で1勝5合を多くて4回転なんで6勝7勝ぐらいは炊きます。何回3回。ないです。ごめんなさいね。おはようございます。ここにかかってあるやつがある。唐揚げを揚げた油ってチー油が染み出してるじゃないですか、はい、それでうちサラダ油じゃなくてこういう米油を使ってるんですけど、はい、ここにもう一個うまみを添加してそれがチー油、その油でチャーハンを作って油がずっとここでぐる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 新しいやつに循環していく。油も新しいしチャーハンの炒め油は美味しいしっていうような。肉とろも用のホルモンを仕込むんですけど、何日かに1回だけ仕込むつもりだったんですけど、ほぼ毎日販売するんで毎日仕込むようになりました。こんな忙しくなるはずじゃなかった。でも大体1日どれぐらい作るんですかね。お昼だけだと60人前後、夜まで入れても100人入るかなぐらいですね。急にですか？じわじわ口コミありがたいことに豚のボイルもつを使ってるんですけど、ボイルもつは臭みが出るんで油を切って臭みを取って味噌だれで。甜麺醤とオイスターソースが別なんですね。ありがたいことに。全部で何種類ぐらいあるんですか？今60度ぐらいです。半分ぐらいはでもお客様のリクエストですね。とりあえず全部やってみようかなと思って。そうだんだん増えてくるんです。チャーハンのメニュー自体は最初2、3種類ぐらいしかなかったんですよね。生姜焼き人気なんですけど、ライスの上に生姜焼きがもう最初から乗っかってるっていうメニューなんですよ。それはこの辺やっぱりオフィス街なんで、さっと来てさっと食べてさっと帰るって方がすごく多かったんですよ。別々に盛らなくていいなと思ったんですよ。何の気なしにそれをチャーハンに乗せたのが始まりでした。今じゃ人気メニューですよ。
何年オープンでしたここ今年の3月です。僕もともと地元が宇都宮なんですけど、20代ほとんど宇都宮にいなくて、天ぷら屋さんに修行出させていただいて、でこっちに帰ってきた時に街の中が思ったよりも変わってて、もっと元気のあるお店出せそうだなと思ったんですよね。自分がこうあっちこっちで勉強したものをこの辺でやっても良さそうだなと思って。でかいスーパーの下からこれはじゃあそのまま。本当はね、ここ外すんですよ。それ焼肉屋さん的にってことそう、焼肉屋さん的に。でもそれって牛タンとして食べるからであって、うちはチャーハンと一緒に食べるから、あんまその辺気にしないよなと思ったんですよね。だから試しにそのまま切って食べてみたら、まあ、そんな変わらないんですよ。じゃあつけたまんまでいいじゃん。つけたまんまで枚数が増えて価格も下げれるんだったら、その方がいいじゃん。もったいないなと思ったんですよね。とてもお決まりでした。15番一つと15お待たせしました。簡単のお席お口でお願いします。いらっしゃいませ。はい、すいません。お待たせいたしました。はい、すいません。お顔の席でお願いします。みんなラップしてて火冷めちゃう。はい。いや、びっくりしました。俺が一番びっくりした。
油淋鶏かけ大玉大判チャーシュー。大判ホルモンチャーハンですね。ごゆっくりどうぞ。美味しかったです。はい。ホルモンだったんで、噛めば噛むほど肉の旨味がぐわってくるようなで、チャーハンが意外にさっぱりめなチャーハンで、チャーハンは軽くいける感じなんですけど、お肉のね、ちょっとボリュームと味がガツンとくるんで、ちょうどよかったです。量って大丈夫でした？ギリギリもうパンパンですね。多分ちょっと大盛りは挑戦できないかな。波でちょうどよかったです。はい。手袋しなくなってから、やけどでどんどん。唐揚げになります。失礼しました。ゆっくりどうぞ。カルビ煮込みチャーハンの大ですね。はい。あれ、おつゆの向き合い。はい。ごゆっくりどうぞ。美味しそう。薄切りチャーシューが大です。大ここ置いときます。ありがとう。ありがとう。ごゆっくりどうぞ。薄切りチャーシューのご飯お盛りでございます。ゆっくりどうぞ。ごゆっくりどうぞ。美味しかったですね。結構量多いですね。前から言ってて、ここのチャーハンがパンチの効いたチャーハンの味とやっぱ量ですね。美味しくいただきました。また。ありがとうございます。倍玉っていうのは、卵の量が倍になるんですけど、倍々卵チャーハンだと卵を6個か7個分ぐらいチン。倍々って言ってるんだから、それぐらい卵しないとダメだよね。はい、お願いします。
どうもありがとうございました。気をつけてください。お待ちのお客様ご注文します。17番で。はい、どうもありがとうございます。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 はい、どうもありがとうございます。気をつけてください。皆さんお待たせしました。バイタマのエビチャーハンです。バイタマエビチャーハン、もう最高ですね。バッチリです。完全に好みの味のリピート間違いなし。なんか牛ハラミですね。はい、熱いんで気をつけてください。はい、はい、辛み煮込みチャーハンです。終わりだね。はい。怒られちゃうから。汲み取れないと怒られちゃうからもう何もしなかったの。趣味でやるぐらいの大きさにしたかったけど。これは卵追加してる。そうですね。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。バイタマ角切りチャーシューチャーハンですね。ざっくりどうぞ。ガーリックホルモンチャーハン。どうぞ。いらっしゃいませ。
白玉です。ごゆっくりどうぞ。はい、ごゆっくりどうぞ。はい、はい、はいです。熱いんで気をつけてください。はい。はい。いや美味しかったっす。だいぶお腹いっぱいです。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。気をつけてください。僕中華系のチャーハンの作り方じゃないんですよ。オイスターソースとかが入るんですけど、オイスターソース卵相性がいいんで、甘みが立つんですよ。卵の。最後ハーフなんですよ。パリ系のチャーハンの作り方なんですよ。タイ料理はね、調味料の種類がとにかく多いんですよね。酸味辛い、酸味のある辛さとかそういう系の。普通のチャーハンに比べて調味料がたくさん入ってるんですよ。胡椒も入ってれば、塩とあれ割り塩なんですけど、普通の塩とうまみ調味料とか割って、で醤油もただの醤油だけじゃなくて、ナンプラーと、濃い口醤油とあと紹興酒で割ってやる。ごゆっくりどうぞ。そうです。いらっしゃいませ。どうか、台だけ。ありがとうございます。牛タンと牛カルビの大ですね。ごゆっくりどうぞ。すごい量だなと思って。これは特盛りです。特盛り？特製だれとか、魚醤みたいなの入ってるんで、結構他よりは味濃いめな感じはするんですけど、ペッパーも効いてるんで、ただがっつり食べたい人にはすごいパンチがあるチャーハンなんで。特盛りってどれぐらいの量なんですか？まずご飯が450に卵とか具が450からさらに増えます。ご飯の量は大したことないですけど、ご飯と同じぐらい卵入るんで結局倍ぐらい。こだわりがあるんですか？卵が少ないのが嫌で、1人前大体この間測ったら 2.5 から3ぐらいでしたね。2、3玉分ぐらいは1人前半熟じゃない完熟の状態で入れるんですよ、ご飯を。卵とお米を乳化させて、そう乳化させた卵とご飯を和えるっていう作業なんですよね。そうすると仕上がりの卵の粒度と米粒の大きさが大体一緒ぐらいになるんですよ。口に入れた時に違和感がないっていう。
これ何ですか？バイ玉大判チャーシュー爆盛り。エビ山でお願いします。具だけ得だから。はい。これがエビ生姜焼き。うまい。ケバさん、エビチャご飯のはいはいはいこの大変お待たせしました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。そうだね。はい。でもはい。じゃがりマヨ生姜焼きチャーハンになります。ごゆっくりどうぞ。マラチャ。チャーシューチャーハンと、そのチャーハン、ちょびっとだけ味付けが違うんですよ。胡椒とネギをパチッと効かせるんですけど、そこに醤油の辛さをちょびっとだけ、うちチャーシュー味付けないようにしてるんですよ、わざと。他のチャーハンが重たいから、後から味を添加するようにしてます。なるほど。どこ作ってもチャーシューが入ってくるっていう、米よりチャーシューが多いんじゃないかぐらいの。良くないですね。これで完成です。はい、チャーシューチャーハンですね。卵の数エグ。マッキー、全部押し付けよう。めんどくさそうな星。明日だっけ11とか。はい。場所も決まって。本日ご飯完売してしまってすみません。こちら次回ご利用ください。申し訳ございません。ご利用ください。申し訳ございません。ありがとうございます。この辺オフィス街なんですけど、明日の活力になるご飯を作りたかったんですよ。バッと食べてよっしゃ働くまだ働くわっていうような、そういう食事を作りたくて、だからやっぱもう分かりやすく肉と飯に肉飯やっていう、もう分かりやすいじゃないですか。お肉とご飯を食べるんだっていう。そしたらいつの間にかチャーハン屋さんになりました。やっぱりその食い出があるチャーハン、そのどこ食べても具がある、1週間にこう何回も何回も来られるお客さん多いんですよ。そういうお客さんが使いやすい方がいいなと思って、お客さんと一緒にこの辺で生きていくっていうのを大切にしていきたいなと思って。ありがとうございます。ありがとうございます。